ここがハンギョンの弟でしてあらぬ国か。かつて発展を目指した地域であることは感じ取れる。しかし現在進行形で活気があるとは言い難い。無秩序の中にもある種の生命力を感じはするが、効率的な生産活動が行われているようには見えない。だが使われている技術は興味深く。Wait, ピケロ、いきなりどうしたとは。アルペクさんの代わりに旅レポをしてあげたんですか？いいところがあるじゃないですか、ピケロさん。はっ、観察の結果を述べたまでだ。アルペクさん、ぼんやりしているとお株を取られちゃいますよ。私の国でも旅レポやってたの、私ちゃんと見てたんですから。やらなくていいんですか？あ、ごめん。何？いや、気にすることはない。さあ、お城はもう見えている。行こう。城？うわ！もうバツ丸さんの国に入ってるじゃん。ここがバツ丸さんの国。かっこいい感じの建物が多いな。工場がゴウンゴウンいってて、だけど動いてない工場もあるみたいだ。街の人たちはみんな好きに過ごしてる感じだな。あ、やるんですね。グッド、安心した。国境を越えたことに気づいていなかっただけか。アルペックさん、なんでそんなにぼんやりしてるんです？ここまでの間もずっとそんな感じじゃないですか。原因は分かりきっているように思えるが。アルペックさんに聞いてるんです。いや、みんなごめんな。俺普段あんまり考え事とかしないから、し始めると他がいろいろ止まっちゃうみたいで。君の旅だ。好きに歩くといい。サンキュー。オッケー。気持ちを切り替えていこう。そうだな。バツ丸さんも元気な俺からお中元を受け取った方が嬉しいよな。That's right! 僕もそう思う。ところで、チョコはまだ戻らないのか？ですね。ちょっとその辺を見てくると言って路地に消えたっきりです。なんかちょっと楽しそうだったよな。おや？向こうから誰かが来る。お出迎えの可能性が 50%。 俺たちを不審者とみなして追い出しに来た可能性が 50% といったところかな。不審者扱いはないですよ。この私がいるんですから。無駄口を叩いている間に来たぞ。黒の大陸のフラガリアたちだよな。バッドバツマル王国によく来てくれた。歓迎するぜ。お世辞にも整ってるとは言えないけどこの路地を一巡りしたらみんなのところに戻ろうかな。フラガリアメモリーズ。5人と聞いてたが1人足りねえな。あ、そいつなら今。ごめん、寄り道してたよう、そのスケボー、お前がポチャッコ王国のフラガリアだな。そうだよ、名前はチャコ。よろしく。おう、こちらこそよろしく頼むぜ。俺はバツマル様のフラガリア、バドバルマだ。こいつらは俺の部下たち。兄貴！兄貴じゃねえ、挨拶しろ、挨拶。兄貴？だから兄貴じゃねえって。バドバルマー、全然久しぶりじゃないですけど、ご機嫌いかがですか？私が来て嬉しいですね。違う、やめろ。俺の第一印象がおかしなことになるだろ。俺はペックルさんのフラガリア、アルペック。よろしくな、バダさん。バダさんおお、よろしくな、アルペック。タキシードサム王国のフラガリア、タッサムだ。こちらは
ケロケロケロッピ王国のピケロ。お邪魔するよ。ところで我々の到着を早くから感じ取っていたようだが、それは君の能力なのか、それともどこかに観測用の設備か。ああ、このタマが教えてくれた。俺より感覚が優れてるいい相棒だぜ。俺タマ、ご挨拶。よろしくな、フラガリアども。喋った。タマさんはバドバルマの良きお友達なんです。よし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 、お利口さんですね。うるせえハンギョン、照れるだろう。こんなところで立ち話もなんだ。うまい店を押さえてあるから、よければご馳走させてくれ。いい人だ。あるよだれよだれ。ありがたく招待を受けよう。この国で使われている技術について聞きたくはあるが、腹が減っては何とやらと言うからな。ああ、何でも聞いてくれ。説明しながら店に向かうとするが。 Thank you。 それはありがたい。僕はこの旅で他の国の事例はとても役に立つと知った。道中王国と連絡を取り、サム様の紳士レポートの準備を進めてもらっているところだ。ピケロさんの国のケロケロケロッピ様レポートを見習ったんですね。あれ、可愛いですよね。うん、相変わらず素直な学習意欲を持っているな、タッサム。ありがとまずはこの辺りについて説明しとくか。見てもらえば分かる通り、整備が追いついてね。ここはフラガリアとしてまだまだな部分だと思ってるぜ。バドさんってなんか潔いな。確かに整備したらもっと暮らしやすくなるだろうけど、俺今の雰囲気も嫌いじゃないよ。本当か？初めて訪れたやつは怖がることも多いんだが。それはそうかもね。だけど俺の場合は落ち着く匂いを感じるかな。おお、こういう感じの街で育ったってことか。まあそんなとこ。後でじっくり話してみてえな、チャコ。喜んで。よし、お次は隣のブロックだ。最近コンビニを作ったことでぐっと明るく便利になった。近隣住民の憩いの場にもなっている。う。わあ、そんな素晴らしい効果が。スタッフを集めるのには苦労したぜ。いい加減な気持ちでできる仕事じゃねえからな。何度も面接を重ねて、こいつならってやつを雇ったんだ。わもちろん手厚い手当付きでな。18時以降は夕方手当、22時以降は深夜手当、お。Oh no。 8時以降は朝手当、12時以降は昼手当。もちろん交通費は全額支給。あ、Amazing。 なんたる紳士の振る舞い。これぞ紳士の王国運営。手当つきっぱなしじゃない？でもスタッフに寄り添う姿勢は見えたよ。うちも参考にできるところがありそう。目玉商品としてバツマル様チョコ、バツマル様カップ麺、王国土産にも国民のソウルフードにもなる食品を開発中だ。なるほど。すると稼働している工場はそういうものを生産しているのだな。おうよ、今ある資源を有効活用して強え国にするのが目下の俺の最重要任務だぜ。応援してますよ、バドバルマ。ところで今向かってる店って何を食べさせてくれるんだ？いい質問だ。聞いて驚け。みんな大好きラーメンだ。わーい、ラーメン。ラーメン？あ、まさか苦手か？ち知らないのかバドさん。俺の口はラーメンを食べるためだけについてるって。はいはい、行くよ。面白いやつらだな。賑やかなお店だね。活気がある。俺もうこの匂いだけで幸せだ。はい、お待ち。エビラーメンのお客様。はーい、私はここに来たらエビラーメンか冷やし中華って決めてるんです。イワシラーメンは僕だ。ありがとう。そのわかめラーメン目玉焼きの世話俺のだ。はい。バドバルマ様、お友達をたくさん連れてきてくれてどうもね。おう、厨房の火力は安定したか？おかげさまで。あなたに相談してよかったよ。
何でも言ってくれ。この国を支えてる魔法はバスマル様に似てちょっと気まぐれだからな。定期的に整備してやらねえと。頼もしい人が来てくれて、バツ丸様もきっとご安心なさってるね。バド様、この人たちお友達？一緒に遊んでもいい？ああ、悪い。こう見えて大事な仕事中なんだ。また今度な。バツマル様はステッカーコレクションを見せてくれるんだろう？いっぱいあるからきっとびっくりするよ。それじゃあお仕事頑張ってね。お、サンキュー。フラガリアになってまだ間もないって聞いてたけど、しっかり国民と関係を作ってるんだね。大事なことだからな。あの男の子、あっちの部下さんたちのテーブルに行ったぞ。部下さんたちとも仲良しなんだな。おお、照れ屋で不器用なやつばっかりだが、国民との関係は俺が来る前から良好だったんだ。ところでピケロって呼んでいいよな。構わないが、何か？お前の国ではシーズの研究が進んでいると聞いた。こっちでも出てるんだ。情報をくれねえか？対価は何だ？わ、ピケロさんったらフラガリア同士協力しましょうよ。ハンギョンも俺に似たようなこと言ってたけどね。そうでしたっけ？いや、俺も人の大事な研究結果をタダでもらおうとは思ってね。何を提供すればいい？そうだな。この国に関するデータは俺が直々に観測する方が早いので不要だとして、まずあのコンビニとやらに置いてある菓子類の中にドーナツが存在するかどうかを確認したい。存在するのであれば我がロードに似せたドーナツを作ることが可能かを聞こう。無論開発段階で念入りなクオリティチェックをさせてもらう必要がある。どうした？またあのシーズってお化けだよ、バド様。小さいのが何匹か湧いてきやがったか。手を貸そうか。イエス、僕も力になろう。いやいや、お前らはここでは大事なお客様だ。ゆっくり食っててくれ。ここは俺とお前ら、こいつらだけで十分だ。お前ら店の中と外に分かれて町のやつらを守れ。はい。さて、蹴散らしてくるぜ。少年、こっちおいで。一緒にバトさんを待とう。俺たちといれば怖くないだろ。よしよし、バトさんが助けてくれるからな。かっこいいフラガリアがいていいな。ああいうお化けよく出るの？最近増えた気がする。でもバド様たちがすぐ来てくれるから平気だよ。人望も統率力も判断力もあるフラガリアか。バツマル王国が短期間にこれほど成長したのも納得だ。どうです？私の弟弟子は。兄弟子に似て有能で可愛いでしょ？そうだ、バドさんって可愛いはずじゃなかった？あれは可愛いではなくない？そう言ってたのはあるだけだって。彼はああいう魔法の使い手か。荒削りと言おうか野生的と言おうか。個性的でしょ？音が止んだ。終わったのかな。でもみんな、もう大丈夫だ。あの化け物はいなくなった。安心して食事を続けてくれ。ああ、よかった。ありがとうね、バドバルマ様。いいってことよ。お前らもご苦労さん。食事に戻っていいぜ。はい、はい。バド様、今回もかっこよかったよ。おお、兄ちゃんたちに甘えさせてもらってたのか？よかったな。帽子のお兄ちゃんもありがとう。僕あっちに戻るね。おう、またな。さてと、中座して悪かったな。麺が伸びねえうちに戻ってこられてよかったぜ。いただきます。あ？どうしたアルベック？浮かねえ顔だな。ああ、いや、
やっぱ魔法が使えるって大事だなと思って。ある。お前だって使えるだろう。フラガリアなんだから。使えなくはないけど、すごく下手で役には立たない。ごめんなチャコ、せっかく励ましてくれたのにこんな引きずってて。ちゃんと気持ち切り替えたつもりだったのにな。なんでそんなことで謝るの？そうだぜ、ロードに認められたフラガリアなんだ。胸張ってりゃいいじゃねえか。そこでのんきにラーメンをすすっている君の兄弟子が魔法も使えないなんて騎士失格だと言ったのだよ。まだその話します？私は真実を言っただけなんですけど。アンギョン。まあいい、話は分かった。アルベック、俺はお前にこう聞くぜ。飛べないアヒルはアヒルじゃねえのか？魔法が使えないフラガリアはフラガリアじゃねえのか？どっちもノーだろ。アヒルはアヒルだし、お前はフラガリアだ。初対面の子供に優しくできて飯をうまそうに食えるいいやつだ。くよくよする理由はない。以上。バドさん。俺も同感だな。アルはロード思いの立派なフラガリアだよ。聞きました、タッサムさん、ピケロさん。私アルペックさんとバルバルマは馬が合いそうだなって思ってたんですよ。俺を揺らすのをやめてもらえないか。スープは放れる。バドバルマ、君はやはり潔い、そして温かい。フラガリアはフラガリアか。そうだよな。ペックルさんにこのビッグドリーマーをもらった時の気持ち忘れちゃダメだよな。その水鉄砲はアコレードで賜った魔法具か？そういえば君の騎士道を聞いたことがなかった。俺の騎士道は夢。どんな時も諦めずにまっすぐ進んでいけるようにって気持ちを込めたんだ。グレイト！この上なく君らしい。アコレードか。式の内容は人それぞれだって聞くけど、タッサムなんかはしっかりやってそうだよね。Of course！ 王城に眠る資料や文献を紐解き、歴史と伝統を忠実に守った紳士のアコレードを行ったよ。タッサムさんらしいですね。ハンギョンはどんなアコレードしたんだ？なんかすごそうだけど。忘れちゃいました。言うと思った。何でもそれで煙に巻こうとするよね。たまには教えてよ。そんなに昔の話じゃないでしょ。バレちゃいましたか。じゃあ正直に言いますね。秘密です。結局教えてくれないのかよ。秘める権利は誰にだってありますよ。ねえ、リリ。ピケロのアコレードはちょっと想像がつかないな。たかが儀式って言いそうでもあるし、儀式に込められた象徴とか意味をめちゃくちゃ分析しそうでもある。どちらも不正解だ。我がロードのしたいようにさせ、俺もそれに合わせた。ケロップさんの気持ちに応えたってことだな。わかる。そういうの大事。うん。ロードとフラガリアの間で結ばれる心の約束、それこそがアコレードの真の意味だというのが僕の解釈だ。バドさんはバツマルさんとのアコレードどんな風にやった？アコレードってなんだ？え？ No way！ 君らしくない冗談だぞ、バドバルマ。ハリー、さっきから分かってねえの俺だけか？どうやらそのアコレードってのはフラガリアなら知ってなくちゃならねえらしいな。知ってなくちゃっていうか、あれ？もしかして知らないフラガリアもいるのか？そんなはずはないと思うけど。バドバルマ、アコレードはフラガリアがロードによって除任される儀式のことだ。これを行うことで僕たちはロードの加護を受けフラガリアとなる。ってことはそれをしてねえ俺はフラガリアではないということになるな、理論上はね。はあ、いや待ってくれよ。俺が
フラガリアじゃない。バドバルマ様、どうした？シーズです。見たこともないほど大きなシーズが城のすぐそばに現れました。何？